どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら iPhone 15 Pro。こちら1ヶ月以上使ったので、実際ね iPhone 15 Pro どうだったのかレビューしていきたいと思います。やっていきましょう。今回ね iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 3機種買ったんですけども、ちょっとね今手元にあるのは iPhone 15 Pro だけになります。1項目ずつレビューしていきましょう。まずこちらのアクションボタン、これ iPhone 15 Pro Pro Max だけについた機能なんですけども、このアクションボタンに関しては前動画で出したアクションズっていうアプリをここに割り当てることによって、上向きだったら PayPay、横向きだったらカメラアプリ、いろいろ割り当てて使ってるんですけども、便利っちゃ便利です。ただこのアクションズっていうアプリに関してはこのね iPhone の背面タップに関しても割り当てることができるので、別になくてもいいのかなと思いました。あったら便利だけど、なかったらなかったでも全然 OK っていう感じなので、アクションボタンに関してはどっちでもいいかなっていう感じでしたね。あとアクションボタンの欠点に関しては、ここのねアクションボタンを長押ししないと反応しない、これがね結構めんどくさいですね。マナーモードボタンだったら一瞬でパチってやったらねマナーモードにできたんですけども、これはね 0.5 秒から 0.8 秒ぐらいかかるので、それがねちょっと残念感はあります。今後のねアップデートで1度押し、2度押し、3度押しとかねいろいろ割り当てるようになるとは思うので、そうなったらねかなり便利になるのかなと思います。アクションボタンは今後に期待。続いては iPhone の色に関しては、買った当時はね新色のナチュラルチタニウム、これね側面のチタンの感じがめちゃめちゃ良くていいなって思ってたんですけども、背面がね結構グレーでちょっとねこう渋い感じがあるので、今はねこっちのホワイトチタニウムの方が好きですね。なんだかんだやっぱ白とかね黒が一番飽きづらいので、飽きるのが心配とかいう方はこういうね無難な色にしておくのもありだと思います。ただね今回ねブルーチタニウムがめちゃめちゃかっこよかったので、ブルーチタニウム使ってる人1ヶ月使ってみてどうなったのかよかったらコメント欄で教えてください。続いてね iPhone 15 Pro だけに載った A17 Pro チップ、これ 3nm のプロセスルールになって性能が上がったり省エネ化されるっていう感じで言われてたんですけども、この A17 Pro 特に恩恵は今のところ感じてないですね。僕14 Pro から買い替えたんですけども、アプリの起動が速くなったとかもないし、モンハンナウやってるんですけども、14 Pro でカクカクしてたところは15 Pro でもカクカクするし、性能が変わってないっていうかアプリが最適化してないのかな、ちょっとわかんないんですけども、今のところね特に A17 Pro になってよかったとかそういったことはないです。僕のね期待値としては iPhone の美肌補正で動画撮れるアプリって今まで 1080p の30コマまでしか対応してなかったんですけども、それがねこの A17 Pro になったことによって 4K 対応するんじゃないかって思ってたんですけども、それもね今のところ対応してないです。もしかしたらアプリ側で対応できるのかもしれないけど、今のところはなってないので、現時点ではね A17 Pro チップの恩恵っていうのは全く感じてないです。ただねこれは僕がねゲームゴリゴリにやってたりしないので、そう感じてるだけかもしれないので、15 Pro とか使ってる方はぜひコメント欄で以前のモデルと比べてどうだったのかっていうのを教えてください。続いて iPhone 15 Pro 発売当時言われていた発熱についてですね。発熱に関してなんですけども、これはね特に感じないですね。普通に使ってる分にはそんなねあったかくもなんないし、普通に使えてるって感じ。もしかしたらねこのケースをつけてるからっていう可能性はあるかも。14 Pro より熱いとかっていうことはなかったです。特に変わらず。続いては iPhone 15 Pro シリーズだけについた Wi-Fi 6E。 これはね結構変わりましたね。今までの iPhone 14 Pro、今回の iPhone 15に関しては Wi-Fi 6までの対応だったんですけども、今回 Pro だけね 6E に対応しました。これね家の回線が Wi-Fi 6E だと最大ね 2GBps まで Wi-Fi でもね通信できるようになります。ただね僕の家の回線 1GBps が MAX なんですけども、それでもね速度の改善っていうのはありました。特にアップロードが Wi-Fi 6と変わって、Wi-Fi 6だった場合はだいたい400メガ500メガだったのが Wi-Fi 6E になることによって700メガ800メガぐらい出るようになったので、スピードテストの速度に関しては結構変わりました。ただその速度の実感っていうのは特にないですね。 iPhone で動画をアップロードするとかっていうこともあんまりないので、普通に YouTube 見てるぐらいだったら変わらないです。ただですね Wi-Fi 6だとレーダー波って言って、飛行機なのかなちょっと忘れちゃったんですけども、そういったねレーダーが飛ぶと家のね Wi-Fi が一瞬切断されて、チャンネルをねそのレーダー波に干渉しないところに移動するっていう DFS ってやつがあるんですけども、それでチャンネルを移動されると若干ね Wi-Fi が混線してちょっとね調子悪かったりすることもあったんですけども、この Wi-Fi 6E にしてからその DFS っていうのが起きなくなるので、そういった面ではねかなり恩恵大きいのかなと思いました。ただねこのスマートフォンで対応するっていうよりかはパソコンで対応した方が
これは恩恵でかいのかなっていう感じで思いました。なので Wi-Fi 6E に関しては、ちょっと回線が安定したかなっていう感じです。続いて iPhone 15 Pro バッテリーの持ちについて。バッテリー持ちに関しては、これも14 Pro と特に変化なしです。最初はね、バッテリーがどんどん減っていくっていう感じで言われてたんですけども、iOS 新しいものにしたり、あとはアップデートしてね、時間が経つことによって、こう、キャッシュ生成とかも終わったので、普通と同じになりました。なので、バッテリー持ちに関してもね、特に変わらずっていった感じですね。で、iPhone 15 Pro と、あと iPhone 15 Pro Max、両方ともね、使ってたんですけども、15 Pro Max はやっぱり筐体が大きくて、バッテリー搭載してる量が多いので、バッテリー持ちめちゃめちゃ持ちます。なので、バッテリー持ちを重視したいっていう方は、プラスシリーズ、そして Pro Max シリーズ、でかいモデルを買うのがかなりいいのかなと思いました。14 Pro でも15 Pro でも1日はね、普通に持ったので、僕はね、特に困ってはないです。続いてはこちらのカメラ。カメラに関してはね、実際に14 Pro と15 Pro で検証動画とかいろいろ出したんですけども、その時はね、特に変わんなかったです。あんまり画質進化してないかなって思ったんですけども、iPhone 15 Pro シリーズってログ撮影っていうのができるようになったんですよね。薄い色で撮って、後から色を入れるみたいな機能。色をね、自分好みに変えやすかったり、そういった機能でね、個人的にはあんまりね、いらないだろうと思ってたんですけども、これがすごくて、iPhone の動画とか写真って、結構ね、シャープネスをガンガンにかけて、カリッカリに描写されるっていうのが今まであって、スマホ画質だなっていう感じだったんですけども、このログ撮影をすることによって、一眼ライクに物がふわっとね、映る感じ。肌とかもガビガビにならないで、ふわっと映る感じになるので、これがね、めちゃめちゃいいなと思いました。で、僕が買ったね、この iPhone 15 Pro 128GB に関しては、ログを撮るためのプロレスログ撮影っていうのがね、1080p までしかできなくて、4K 撮影っていうのは外部のね、SSD とかを挿さなきゃできなかったんですけども、ブラックマジックカメラっていうアプリを使うことによって、この 128GB の iPhone でも 4K60 まで、その Apple ログで撮影することができます。しかも純正じゃできない HEVC って言って、容量をね、そこまで使わない形式で Apple ログで撮れるので、それがめちゃめちゃいいなと思いました。実際ね、今こちらの映像も iPhone 15 Pro Max を使って撮影してみてるんですけども、画質どうでしょうか？もうね、一眼いらないなと思って、今まで使ってた ZV-E1 っていう30万ぐらいするカメラ、メルカリに出しました。そんぐらいね、今回の iPhone 15 Pro シリーズのカメラ気に入ってます。このログ撮影がめちゃめちゃ良かった。で、しかもね、このログ撮影のせいなのかちょっとわかんないんですけど、色がね、めちゃめちゃ綺麗だし、個人的にはね、この iPhone のカメラ今回めちゃめちゃ進化したなと思いました。YouTube をこれから始めるとかいう方はね、もう本当にこの iPhone 15 Pro のカメラだけでいいと思う。で、そして今回ね、15 Pro Max だけについた5倍レンズに関してなんですけども、5倍レンズに関しては正直微妙かなって思いました。用途にもよります。結構ね、こう家の中とかだけじゃ使えないし、外でもね、僕が撮りたいものって意外と近いものが多いので、5倍にしてもデジタルズームになっちゃったり、あんまり使うことはないかなと思いました。5倍レンズ、どのくらいの距離で使えるかって言ったら、1車線の道路を離れた時にちょうどいい感じで撮れるかなっていう感じ。それ以外だと結構ね、こう近すぎちゃって、物が大きすぎちゃって、こう画角に入りきらないっていうことが起きるので、僕はね、こっちの3倍レンズのプロの方が好きだなと思いました。続いては、こちら USB-C。っていうか、ピントもめっちゃ合うな。この USB-C に関しては、充電の時はね、特に恩恵感じませんでした。で、これなんでかっていうと、僕普段からこうマグセーフの充電器にペタッと貼り付けて充電してて、ライトニング端子っていうのをほとんど使ってなかったんですよね。なので、端子が変わったからといって何かこう充電に関して変化するっていうことはなかったです。ただね、この USB-C になったことによってアクセサリーっていうのがいろんなものが使えるようになりました。例えば今撮ってる iPhone 15、ここにある USB-C 接続のマイクを使って今撮ってるんですけども、こういったね、高音質なマイクを使うこともできるし、こういった USB-C メモリとか、あとは SSD とか接続して iPhone で一番容量を取る写真動画っていうのを、外付けのね SSD にバックアップして本体から消すっていうこともできるし、なんかね、本当にいろんなものを使えるようになりました。で、僕はね、大きい動画とか、あとはそれこそ旅行とかだったらもうその旅行ごとにまとめて外付けとかにこれから逃がすことにするので、これから512ギガ 1TB の iPhone とか買うことはなくてね、もう一番下の容量でこれから買っていこうかなと思ってます。そんぐらいね、SSD つなげられるようになったのは革命だと思います。
ということで iPhone 15 Pro 実際に1ヶ月使ってみた感想を話してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。総合的に気に入ってて、何かといったらやっぱりログ撮影ができるようになってこのカメラが一番気に入ってますね。2番目に USB-C っていう感じ。なので、こうやって動画撮る人とか、あとは容量に困ってる人でない限りは、この15 Pro 選ばなくてもいいのかなとは思いました。ただね、これから USB-C が主流になってって、アクセサリーもね、全部こっちになってくると思うので、これからのことを考えたりすると、やっぱりね、14とか14 Pro、そして13もかな。13だったらまだいいか、2年ぐらい。なので、14シリーズを買うっていう方だったら、15シリーズおすすめします。13 Pro だったら、買って2、3年使って、新しいやつに変えるっていうのでも、いいかもって感じ。で、今回ね、この iPhone 15 Proのカメラが気に入りすぎて、カメラを売ったのもそうだし、Osmo Mobile 6っていうスマホジンバルなんですけども、こういうのもね、買って iPhone で動画撮っていこうかなと思いました。あとマグセーフで使えるめっちゃいい三脚も買った。この Osmo Mobile に関してはこれ先端がね、マグセーフになってないんですけども、こういう先端がマグセーフになってるやつも買ったので、こんな感じでね、かなり動画とかが撮りやすくなりました。今回ね、iPhone 15シリーズ買った人はよかったらね、感想をコメント欄で教えてください。買ってない人はね、ぜひ参考にして、いいなと思ったら15 Pro を買ってみてください。多分ね、もう在庫復活してるんじゃないかなっていう感じで iPhone 15 Pro の長期使用レビューでした。バイバイ。